見て、とれた、それ。今日は休日なんだけど、今年の3月に新しくオープンした大井町の商業施設に遊びに来ました。本命に行く前にちょっと映画でも見てきます。あったー、ここだよ。今日の本当の目的はこっちで、私がいつもお菓子作りの材料とか道具を買うのに使ってるコッタっていう通販サイトが初めて店舗オープンしたらしいのでね、絶対に行こうと思ってやっと来れました。思ったより店舗はちっちゃくて、遠くからわざわざここに材料を買いに来ることはないかなって思うんだけど、やっぱりオンラインとは違って実際に商品を見てサイズ感とかが一目でわかるし、店員さんとかにもいろいろ聞けるから、こういうショップが家の近くとかにもできてくれたらありがたいなって思いました。とりあえずせっかく来たので、なんかいろいろ買って帰ろうかなって思います。やっぱり通販で買うよりこうやって実際にショップに来ていろんなのを見て買う方が楽しいよね。あとね、いろんな種類のお菓子作りキットがあって、これが一番興味深かったね。ちょっと今週カヌレを作ろうと思っているので、それに使う材料をねいろいろ買って帰ります。トッピング系もいろいろ売ってたんだけど、なんか裏返しにしないと中が見えなくてね、そこはちょっと不便だったかも。買いました。じゃーん、昨日買ってきたものはね、こんな感じです。全部で14,000円くらいかな、使いました。まずはこのカヌレ型ね、ちっちゃいサイズの。大きいサイズのカヌレ型はあるんだけど、このミニサイズのカヌレ型は持ってなかったので、これを買いました。ガス袋と、これが乾燥剤と、あとパンダケーキの型をね、この2種類のサイズ買いました。で、ちょっとこういうキットを使ってみようかなって思って、カヌレミックスを2つ買いました。で、あとは、このコーティング用の、ホワイトチョコレートと、ストロベリーチョコレート、300g ずつね、買いました。で、今日ちょっとこのカヌレを仕込んで、明日焼こうかなって思うので、今から生地だけ作っちゃおうかなって思います。待って、ここにさ、一晩寝かせますって書いてあるんだけどさ、私、15時間後くらいに焼きたいから、大丈夫なのかなこれ。ちょっとミックス粉、今度にしようか、使うの。なんか怖いから。ちょっといつも作ってる生地は、だいたい半日から一晩寝かせば大丈夫なので、いや、本当はね、一晩寝かしたいんだけど、ちょっと時間がないので、ちょっといつもの生地のレシピでやった。ちょっと怖いからね。これはレシピ通りに作りたいからね、こういうのは。よいしょ。ということで作っていきますか。まずは焦がしバターから作っていきます。50g、こんくらいか。久しぶりにカヌレ作る。ちょっと抹茶味とかも作ろうかな。いい感じです。よし、ちょっとここに置いとこう。結構焦がしバターだよ。これ牛乳1パック使うんだけど、この森永の牛乳しか私使ってない。これ全然美味しいしね、めっちゃ安いんだよね。これが一番安い。一人暮らしだとやっぱ安いの大事だから。いつもさ、お菓子作りで牛乳余るから結構飲むんだけど、もうなくなってしまったよ。で、ここにバニラペーストを入れる。結構入れる。これ温めていきます。あさって仕事終わりにね、
友達とご飯食べに行く約束してんだけど、その子がめちゃくちゃカヌレ好きだから、カヌレをね、たくさん作ってプレゼントしようと思って。で、その子も、会社は別なんだけど、私と同じようにね、今、社宅に住んでるから、余ったら仲いい子にね、お裾分けしてもらおうと思って。いつもね、お菓子あげると本当に喜んでくれるんだよね。マジで私がありがとうって感じなのに、ウィンウィンです。だからちょっと持ち運びがしやすいようにね、デコレーションしないと。よし、沸騰したので一回火を止めます。なんかゴールデンウィーク本当にあっという間だったよ。悲しいくらいに一瞬で過ぎ去った私のゴールデンウィーク。結構何もしてないゴールデンウィーク中。なんか怖いくらい砂糖入ってんだけど。やばい、砂糖の量が半端じゃない。グラニュー糖もうないからさ、このきび砂糖なんか逆なんだけど、きび砂糖をね、使おうかなと思います。こっちには抹茶パウダーを入れます。で、もう一個はココアパウダーにしようかな。よし、こんな感じで3つのベースが用意できたので、やっていきますか。大丈夫なのかしらで、溶かしバター、間違えた、卵。待って、焦がしバター入れたとこ取れてなかった。で、ラム酒を入れる。こんなもんかな。こしていきます。一番ノーマルの方はこんな感じでいいかな。なんかいつもより茶色めなんですけど大丈夫かなって感じ。なんだかんだ人生で3回目だからね、カヌレ作るの。これで抹茶の生地ができた。3つのね、生地の素ができたので、これはサンラップをします。こうよ。で、びっしりラップをする。はい。そしたら3つの生地をしっかり密閉できたので、これは一晩寝かせます。一晩って言ってもだいたい今12時間ちょいくらいかな。はーい。そしたら今日は生地を焼いていくので、まず型にバターを塗っていきます。この型で焼くの初めてだからちょっと緊張するね。今日は仕事終わってちょっと夜ご飯を食べて今ね作り始めてんだけど、だいたい今の時刻が7時半くらいですね。よし、OK。でこのスプレーオイルもねちょっとやります。ちゃんとね1時間くらい常温に置いといたのでもう大丈夫かな。よいしょ。8割くらい。結局生地は合計で18時間くらい冷蔵庫で寝かしたので、まあ十分寝かせれたんじゃないかなって思います。よし OK かな。ちょっと余ったのでこれ2回目もやらないといけないね。よいしょ。そしたらこれは焼いていきます。うおっ、30度下がっちゃった今の一瞬で。今カヌレを焼いております。最初は高温で20分焼いて、その後温度を下げて焼くんだけど、もうすでにさ、なんかちょっと危うい気がしてきてるんだけどぷくって膨れてない？そんなことない？怖すぎるんだけど焼き始めて5分くらい経ったんだけど、今こうやってねちょっと型から溢れ出してる感じです。これはいいのでしょうか？大丈夫なのでしょうか？みんな見てください。
高温で焼き始めて20分くらい経ったんだけど、見て、膨らみがなくなってきました。すごくない？すごいあんなに飛び出てたのに。これはちょっとまだ失敗の可能性が下がってきた気がする。見てください。今低温にしてだいたい10分くらい焼いたとこなんだけど、こんな感じでね、結構色がついてきました。ここからさらに25分くらい焼いていきます。皆さん、あれからさらに10分が経過しました。だいぶ見て、すっごい最初に比べてへこんだ。なんなら最初入れた量よりへこんでるんじゃないかな。でも結構ね、いい感じかな、ここまでは。であと15分焼きます。じゃーん、焼けました。見て、結構いい感じなんじゃない？ちょっと取り出してみようか。焼きムラが気になるからね。せーの、はい。これで取れないかな。あ、取れた。え、待って、可愛くない？何今の？見てー、可愛くない？結構いい感じなんじゃないかな。前回は底がちょっと膨らんでるカヌレとかがあったんだけど、今回はね、そこの膨らみも一切なく、こんな感じでめちゃくちゃ可愛く綺麗にできたんじゃないかなって思います。前回もね、ちゃんと一晩寝かしたんだけど、ちょっと膨らんじゃったんだよね。とりあえず残りもどんどん焼いていこうと思います。とりあえずバターの塗り方はさっきと同じで大丈夫そうだね。バターをちょっと手で塗って、でその後にスプレー油でシュシュって感じでやる。よいしょ。よし、そしたらバターを指で塗っていきます。指がね、一番塗りやすい気がする。分量を流し込んでいこう。次はこのココア味を流していきます。それでは第2弾焼いていきます。うまく焼けますように。ちょっと焼いてる間に1個食べてみます。あ、硬い硬すぎ。めっちゃザクザクだよ。待って、やばい。大成功かも。せーの。じゃーん。どうですか？ちょっと焼きすぎ？そんなことない？いい感じ？ちょっとだけ焼きすぎ感あるかな？でもめっちゃ美味しそうだよ。待って、これ食べれるのやばくない？いただきます。やばい。これは美味しい。カヌレってなんでこんな美味しいの？ザクもちです。大成功。ちょっと待って、みんなここでさ、重大なことを発覚してしまったんだけど、抹茶とココアの方強力粉入れるの忘れちゃったかも。待って、本当に多分入れてないかもしれない。最悪待って、めっちゃショックなんだけど。抹茶はまだ救いがある。ここの生地に今から入れよう、強力粉で。なるべくあんまり混ぜないように。じゃーん、焼けました。第2弾ココアとノーマルのやつね。でノーマルのやつはいいんだけど、ココアのやつが強力粉入れ忘れてるので、なんかすごいかさが少なくなってるっていうのと、多分めちゃくちゃ柔らかいと思う。ちょっと取り出してみます。ひっくり返せないからこれで取っていこう。ノーマルのやつはめっちゃ綺麗。ちょっとね、焼き時間調整して5分焼き時間を少なくしたんだけど、すごいいい色になってる気がする。やばい、待って、可愛すぎるんだけど。てかもっとたくさん焼きたかったな。よいしょ。で問題はこっちのココアの方なんだけど、めっちゃ柔らかいわ。もうドロドロって感じ。低温でもう少しやって、このドロドロした部分が食べれるくらいまで低温で追加で20分くらい焼きます。よいしょ。ノーマルのカヌレは全部できました。めっち
ちゃうまくできた気がする。超可愛いんだけど。で、抹茶生地にね、強力粉を足してこしてきたので、これをもう一回冷やしておきます。ココアの方が焼けたら、これを最後に焼きます。本当に成功してほしい。さすがに。追加で焼いてきました。見て、ドロドロはしてないけど、どうだろうって感じ。あ、もう柔らかい。めちゃくちゃ柔らかいわ。こんな感じ。一応食べれるは食べれるけどって感じだよね。ちょっとこれ取り出しておきます。これはやばい。大失敗。でも美味しいかもしれないからね、普通にね。お相手しましょう。結構ギリギリまで入れて良さそうだよね。さっきから焼いてる感じ。はい、じゃあこれで焼いてきます。最後の抹茶が焼けました。じゃん。結構めっちゃ良くない？お、いい感じじゃない？よし、ちょっと一旦これは冷まそう。カヌレで結構卵白が余ってたので、ちょっとパパってメレンゲクッキーを作っちゃおうかなって思います。ちょっと今流行りのオニチャのキャラクターをメレンゲクッキーで作ってみようかなと思います。なんかちょうど良さそうなんだよね、メレンゲクッキーで作るのに。キャラクター。ちょっとやってみる。ただの何これ違うねこれは。なんかね、この青いズボンを着せるのがめちゃくちゃ難しかった。もっといいやり方ないかなって感じ。どう？こんなんじゃない？お兄ちゃん。いいやん。結構いいやん。さあ行くぞ。できたどうかな。どうだろう、わかるかな、お兄ちゃんって。危ない。下半身のズボン、これ。ズボンを着せるのがめちゃくちゃ大変だった。とりあえず焼いてきます。そしたらね、カヌレをデコレーションしていきます。まずはトッピング用チョコレートを使ってね、コーティングします。よいしょ。これはコッタで買ってきたコーティング用のチョコレートなんだけど、テンパリングが必要ないからね、こうやって仕上げにデコレーションするときによく使ってます。ちょっとここら辺を使ってね、デコレーションしていきます。まずはイチゴからね。この間メルベイユ作った時にさ、ココナッツのメルベイユがめっちゃ美味しかったんだよね。このココナッツにつけようかな。はい。こう周りにまぶす感じで。ちょっとおしゃれじゃないこれ。こんな感じどう？めっちゃ良くない？可愛いじゃん。さっきの余ったホワイトチョコに抹茶パウダーを加えて抹茶チョコレートにしてきました。こうすることでね、チョコレートの無駄がなくなるということです。よいしょ。超いい感じなんだけど、やば。よし。そしたら粉糖をかけます。見てー。カヌレが完成しましたー。可愛すぎるんだけど何？めっちゃ可愛い。やばいね。これは一応断面でございます。いやー、めちゃくちゃ可愛くできた。ちょっと途中ハプニングはあったんだけど、無事ね、完成できたかなって思います。ラッピングは
どうしようかな。悩んでんだけど、なんか箱に入れようかな。とりあえず、完成したので、私は、片付けをして、今日は終わろうかなって思います。じゃあ、また明日ね。バイバーイ。見てください、これ。ケーキ在中。実家からね、生ロールケーキが2本送られてきました。私が一人暮らしってことを忘れてるのかな。毎年これ楽しみにしてんだよね。実家から送られてくんの。ちょっと中見てみましょう。じゃーん。おやつにいただこうかなって。待って、お兄ちゃん焼いてたの忘れてた。焼けてるよー、見て。こんな感じで焼けてます。やばい、これ。カヌレをラッピングするんだけど、このボックスにカヌレを詰めていきます。こんな感じかな。じゃーん、できた。かわいい。めっちゃかわいい。これ1個もらおう。抹茶カヌレ本当に美味しいんだけど。じゃーん、かわいい。めっちゃかわいい。どうぞ。これ見て。やばくない？抹茶とノーマルの味。かわいい。無事お友達にも喜んでもらえて、今回もねすごい楽しいお菓子作りでした。こうやって喜んでもらえた時が一番幸せ感じるかもね。次はどんなお菓子を作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。